ホロホロ調がうるさいですね。コメント欄にいろんな人から、寒くないんですかっていうコメントをいただいたんですけど、ハワイって実はあんまり冬というのがなくて、イクエイター、言葉が出てきません。少々お待ちください。英語が出てきただけはありがたい。赤道、合ってたやん。赤道線って言いそうになったよ。はい、ハワイは赤道にとっても近い場所にあるので、地球がこうやって斜めに傾いてこういう状態で回ってるんですけど、その斜めになっても結局真ん中にあるからあんまり変わらないっていう位置にあります。なので、冬と夏とその温度差とか日照時間の違いとかがあんまりないです。完全にないわけではないんですけど、日本みたいに雪が降ったりすごい寒くなったりはしません。なので私も年中半袖で行けるし、鶏も全然何も気にしなさそうです。ですが前鶏がやってた場所よりはここは夜が冷えるのでちょっと標高が高いので、その辺はちょっといつもより寒いかなって感じます。ハワイの冬の日照時間は本当に数時間しか、あんまり変わらなくて、少々短くなるんですけど、そんなに気になるほどではないです。今冬場なのでだいたい太陽が完全に沈むのが6時ぐらいです。で夏は毎年来るのにあんまり覚えてないんですけど、多分8時ぐらいに沈むと思います。なので2時間程度だから、すごい極端に変わる国とは全然違いますね。はい、で今の温度ですが、じゃじゃん、26.2 度です。なので普通に心地よい温度です。日が当たった時はさすがにすごい暑いので、普通に夏と変わらず暑いなって言いながら作業してます。で夜は結構これハワイの中では珍しいんですけど、夜だと20度以下になったりするので、その辺はちょっとこの標高が高いっていうのの特権、寒いのが好きな人からしたら特権だと思います。私は寒いの面白いと思うので楽しいです。鶏たちは別に、暑い時は35度とか、それはさすがに暑いけどとかも耐えられるし、寒い方はもう雪の中っていうのも耐えられるので全然問題ないんですけど、ハワイのこのあんまり温度変化がないっていうのは健康にもいいのかなって思います。でもさすがにここに来てからは健康状態が良くなったのか、夜寒いからなのかはわからないけど、モコモコになった子が多いですね。見てください、このモコフワ。映ってんのかなねえ、ちょうちゃんふわふわだね。というわけで鶏はいつでもどこでもお構いなしです。こちらウコッケイのスミちゃんです。スミちゃんみたいなウコッケイはこの、以前スターの羽で説明したと思うけど、この羽のふさふさとふさふさをくっつけるチャックみたいな役割の繊維がないので、このふわふわの状態で生えてます。なので鶏が本来自分を保温するために使うその羽がこうやってカバーしてるっていうのを想像すると、それがないので、ウコッケイは他の普通の羽の鶏よりも寒さに弱いとされてます。この人は全然これぐらいならお構いなしだけど、さすがに雪の中とかは無理らしいです。そして逆にこちらのルナちゃんみたいなオーストラロープという種類の鶏は、この羽の密度が通常の鶏よりもとても高いので、この羽で自分を保温できるので、結構どんな寒いところでも大丈夫です。嫌がらないでください。はい、
なのでこの人たちは雪の中でも余裕です。なんだったら雪食べるよね、きっとねえ。はい。でこれらその、寒さに全然耐えられないニワトリと全然大丈夫なニワトリと2つとも人間が見つけて改良して作った種類なので、大丈夫か大丈夫じゃないかっていうののあっちとこっちにいるんですけど、ハワイの普通の野生のニワトリはその間なので、どれがいいかな、ちょっと取ってくる。なのでハワイにいる野生のニワトリのこのナッツちゃんみたいな子は体が小さいし、で羽はまあ普通なのである程度の寒さは耐えられる。だからまあ15度ぐらいなら耐えられるし、健康に生活ができるけど、あまり寒すぎるのもダメらしいです。でもこの子たちは逆に暑さに耐性があるので、結構暑くなってもなんとなく自分で自由にして楽しそうにしてます。というわけでニワトリは種類とか羽の質によって耐えられる温度が違います。ひよこはこの昼間暑すぎる夜が寒すぎるっていうのはすごく良くないみたいで、レスキューした子たちの生存率があまりよろしくない気がします。なのでできれば家で育てたいんですけど、ちょっと今それが叶わないので、ちょっとレスキューは一旦ストップしようかなと思います。悲しいですが一時停止します。でも大人のニワトリにとってはとてもいい環境みたいなので、それは良かったと思います。というわけでハワイの冬でも、冬はなんとハワイなので暑い時間があるでした。